にちは、はるかねです。今日はこちら、おびつ製作所から発売されているおびつ 27W バスト L サイズを使ってね、長袖のブラウスを作っていこうと思います。そしてこちらのね、型紙を使って作っていくんですけれども、この型紙のね、作り方は以前動画にアップしてますので、概要欄の方にね、リンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。材料はこちらのコットン 100% 白のシーチングを使って縫っていきます。で、型紙をね、こちらの生地に写すためにオレンジのね、色鉛筆を使っていきます。はい、こんな感じでね、型紙を生地に写してみました。で、全てね、2枚ずつ一対裏と表と型紙を写していくんですけれども、このね、ままこうひっくり返して取ると、このスペースね、生地がもったいないので、こういう風にね、詰めて詰めて取っていきます。そして今回はね、型紙作ってないんですけれども、こちらのね、2枚のパーツ、前中心、ボタンホールとかね、こうマジックテープを縫い付ける部分になります。だいたい6分の1サイズの人形で 10cm×1cm 幅ぐらいですね。これが2枚必要になります。あとはね、全部2枚ずつペアで必要になります。こちら後ろ身ごろ両方ペアで必要になります。あと襟なんですけれども、こちらね、もう1枚必要なんですけど、この線をね、合わせるのが面倒なので、襟に関してはもう1枚ね、取れるスペースだけ用意して縫っていきます。そしてね、こちらのこのオレンジの線なんですけれども、これがね、大体の完成の線の目安になります。出来上がり線と言います。で、縫い代をね、全く含んでいませんので、このオレンジの線からね、ちょっと5ミリぐらい、3ミリから5ミリぐらい外側を切って縫っていきます。はい、大体こんな感じでね、こう少し周りに生地を残した状態で切っていきます。で、一番最後にね、この裾を揃えていくのでね、裾だけ少し長めに切ってあります。で、この並びでね、ほぼこのままここへこういう風な感じで縫っていきます。これもね、で、今回はミシンでね、こちらを仕上げていきたいと思います。そしたらね、縫っていくんですけれども、こういうね、カーブのきつい部分、カーブのある部分はこういう風にね、事前にこの出来上がり線にかぶらない程度にね、たくさん切れ込みを入れておくと縫いやすいかなと思います。はい、ではね、まずね、この前身ごろのね、この切れ込みの部分を縫っていきます。このね、切れ込みはね、ここで切ってしまうのではなくて、この三角のね、ちょうど中心でこう半分に折って、この状態でね、このオレンジの線をこう縫っていきます。で、型紙がね、こう写す時にね、6分の1サイズだとね、どうしても 1,2 ミリずれが生じるので、このオレンジの線の先からさらにプラス1ミリから2ミリ先ぐらいまで縫うようにします。で、全部のね、まず切れ込みの部分、このつまみの部分を先縫っていきます。はい、こんな感じにね、縫いました。しっかりオレンジのね、線の上に縫い目が乗らなくてもね、こんだけつかず離れずなら OK かなと思います。1ミリぐらいずれてもね、仕方がないんでね。で、オレンジのこの三角の先よりも少し先までね、縫ってあります。はい、こんな感じでね、こう切れ込みの部分を全てね、縫ったら、次はね、全16ピースあるんですけれども、そのピースを減らしていきます。では、袖から2ピースを1つにしていきます。まず袖をね、表側にして、そこにね、こう袖口を2つ折りにして、こっちの切れ端の方が外側に来るようにこう当ててね、この端を縫っていきます。そしたらこれをね、開いて、このね、縫い目がね、こちらの袖側に来るように折って、
こをね押さえ縫いしていきます。はい、これでね袖1枚になりました。次にね後ろ中心を縫っていきます。こう中表にしてね、こっち表でこっち側が表で、表同士を合わせてここをね縫っていくんですけれども、丁寧な方はねこの角を待ち針で留めて、こっちのね角とこう合わせるような形でこう待ち針で留めてね、この線も全部こう留めて裏の線と合わせて縫っていくんですけど、私そういうのめんどくさいんでねもうこのまま適当に縫っていきます。開いてこうねネイルアイロンでキュッキュッキュッと開きます。そしてねここにこういうねこちら側ですね、こういうサイドの生地もこう合わせて縫っていきます。ここもね丁寧な方はね待ち針でこう全部留めてされるんですけど、待ち針で留める方が私は縫いにくいので、もうこの端だけ合わせてね、あとは生地をこう動かしながら縫っていきます。こんな感じでねずーっと、多少のねずれはね、もう1ミリぐらいのずれは許容範囲ということで、はい、そしてこれをね開いてネイルアイロンかけていきます。次にね前身ごろをここの線をねこう合わせてこう縫っていきます。襟を縫っていきます。で M サイズのバストの方でね布用ボンドで作り方を公開したんですけれども、ボンドの時はねこのままベタっともうくっつけてしまったんですけれども、縫製で作る場合はこう合わせてこのねオレンジの線の上を縫っていってひっくり返してね、そしてまたこの部分を押さえ縫いしていくことになります。このねオレンジの出来上がり線を縫ったら、この余分な部分をできるだけ少なく切ってね、そしてこのカーブの強い部分だけ切れ込みを入れていきます。はい、こんな感じでね切ってこうスラッシュを入れました。じゃあひっくり返してね、よいしょっと端を押さえ縫いしていきます。でこの端っこね綺麗に出すために少しね待ち針とかでこうピッピッと引っ張りながら形を整えて、そしてこのね端っこ、できるだけ端っこを押さえ縫いしていきます。これで襟パーツ完成です。はい、ではね次にこの前中心のねボタンホールの部分を縫っていきます。ここねまず折ってからこう合わせて半分にね折って、こういう風に端まで縫っていきます。感じに縫えま
ました。でもう片方もね同じように縫っていきます。はい、じゃあこんな感じで襟とこちら後ろ身ごろに前身ごろがあって、前のね掛け合わせ部分があって袖があるっていう感じでね、ここまでピースを減らせたので、次にねこの前身ごろと後ろ身ごろのね型を縫って人形にねちょっとフィッティングしていきたいと思います。後ろ身ごろのこちらが表側なんですけど、表側に前身ごろのねこちらが表側で、表同士をくっつけてね中表にしてこの部分を縫っていきます。こう人形に着せてみてサイズを確認するんですけれども、型をねしっかり型の線をここ合わせてこうね着せた時に胸の位置若干低いかなーって感じですね。この辺が一番ベストなので、やっぱり M サイズの時と同じようにね肩のライン少し1ミリほど縫っていきたいと思います。このねラインを下げるだけなんでね、このまま1ミリほどね線を追加していきます。はい、そしてねもう一度フィッティングさせてみて、この肩のラインを揃えたらちょうどねいい感じのこのバストトップを通る線がここに来るのでいいんですけれども、ちょっと前中心がねかぶりすぎかなっていう感じなんで、ちょっとこのオレンジの線よりも1ミリほどね手前の線で切り揃えて、そしてこの前の中心の部分を縫っていきたいと思います。中心をねここ切ったんですけれども、ちょっと襟をね合わすの忘れてたので、襟の部分を襟のねラインを描いていきます。だいたいこの辺からこのぐらいまでかな。これはね消えるペンなんでね、洋裁の時はね消えるペンでもね大丈夫です。だいたいこんな感じで、これにプラス2ミリぐらいのところで切っていきたいと思います。そして襟のねラインをね修正したんですけど、最終的にはねこれがこういう風な感じで中へ折れ曲がって、でさらにねこの前中心がねこういう形でつくことになります。なのでねこう少し上からね3ミリから5ミリぐらいの距離を空けてこっち向きでねこう縫っていくことになります。でここをねずーっと縫っていって、次にこっち向けてここを押さえ縫いしていきます。ボディに袖をくっつけていきます。こちらが表なんですけど、袖のこちら側が表で、表と表がくっつくようにしてこうねこういう風に縫い付けていきます。全部のねパーツがこうくっついたら、一度ねまた人形に着せてみてしっかりねフィッティングさせていきます。そしてねサイドの横のねこの脇の部分のサイズを測って調整していきます。しっかり前中心を合わせて、後ろもねしっかり背中からお尻のところ後ろ中心を合わせて、そしてね横を掛け合わせてみます。だいたい1センチぐらいねこう重なってるのでそんなにいらないんでね5ミリずつぐらい削っていきたいと思います。腕もねかなり余裕があるのでね、この辺もちょっと5ミリぐらい削っても大丈夫そうですね。フィッティングがね終わったら、こちら裏側で、こちらがね表側なんですけど、中表の状態で肩の部分をねしっかり
折って、そしてこの袖ぐりの部分をね、前と後ろをしっかり合わせて待ち針でね留めていきます。そして袖をね折って、ここがねこうまっすぐになる位置、両方がね揃う位置をこう探して、ピンと張った状態で揃う位置を探して、ここもね待ち針で留めていきます。そして裾の部分もね合わせて留めていきます。だいたいこの裾の部分とこっちのね裾の印、この角の印が揃うぐらい、このぐらいかな。そしてここからねハサミでだいたい5ミリずつぐらい切っていきます。そしたらねこの端を縫っていきます。この脇の下全部縫えたらひっくり返していきます。では次にね襟をつけていきます。まずねこちらの襟を半分に折って、半分の位置にね待ち針をつけていきます。そしてこのね後ろ中心とこの待ち針の位置を合わせながら、こうね襟の位置を確認していきます。少しここね足りないので、ぐぐぐぐっと襟をね上に持ってきて、だいたい足りるかなっていうところでこんだけね切って縫っていきます。で明らかにねこう足りない場合はね襟だけ作り直します。襟の部分が縫えたらこっちからね押さえを縫っていきます。細く切った普通のダイソーのマジックテープを縫い付けていきます。そしたらね最後にこのね裾を切ってほつれ止めをしていきます。で裾をね切り揃えるのにこの前をしっかり留めてから切っていきます。そしてねこの上にねスカートとかねメイド服とかでねエプロンなどを着せる場合はこのままでいいんですけど、ズボンとかのねジーンズとかの上に着せてこうシャツを外に出したい場合はこれをねこういう風に内側に折って端処理していきます。今回はねこのまま端処理せずに置いておきます。はい、これでね完成でもいいんですけれども、最後にねちょっとひと手間かけると綺麗になるので、ここね襟をビシッとここでね一縫い縫い付けてしまいます。で縫ってなかったらねこうボワーっと開いてしまったりするんで、裏からね一縫いだけ縫っておきます。こういう感じでね、そしたらもうねボワっといかないので綺麗な形をキープしてくれます。はい、これで L サイズバストのブラウス完成です。割とね綺麗にこの辺のねボディラインしっかり出てるかなと思います。今回のねデザインはあくまで基本形っていう形で、この襟をね尖らしてみたり、ここにねその襟にレースをつけてみたり、袖口にレースをつけたりね、あと襟と袖口だけ白で他はね紺色とかグレーとかで作ってみたりね、いろんな応用の仕方があると思います。でバストのね大きなお人形っていうのはこうバストサイズに合わせて服を作るとねすごく太って見えてしまうので、どうしてもねこのウエストの細さを強調するウエストラインにね沿った服でないとなかなかね可愛く見えないんですよね。なのでこの
曲線美を出そうとするとね、布の引き連れが起こったりするので、個人的にはねいろんなボディがありますけれども、このビッグバストなお人形っていうのは一番難易度が高いかなと思います。で、動画中のね説明が不十分なところ多々あるかと思いますけれども、まあね作ってる本人が苦手な分野なのでどうぞご容赦いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンとチャンネル登録と、あとね Twitter とか Instagram とか SNS でのお友達へのシェア、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。